この本を読むだけであなたの時間の使い方が劇的に変わります。私たちは日々時間に追われています。やりたいことがあるのに時間が足りない、忙しすぎて自分の時間が持てないと悩んだことはありませんか？そんなあなたにおすすめなのが井上新八著時間のデザインです。この本ではフリーランスのブックデザイナーである井上氏が限られた時間を最大限に生かす方法を紹介しています。単なるスケジュール管理ではなく、時間の使い方をデザインすることで仕事もプライベートも充実させる方法を解説しています。この動画では本書の重要なポイントを3つに分けて紹介し、どのように時間をデザインすれば人生がより豊かになるのかをお伝えします。最後には実践的な応用方法も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、時間は管理ではなくデザインするもの。私たちは時間を管理することばかりを考えがちです。しかし本書では時間は管理するものではなくデザインするものという考え方が重要だと述べられています。例えばスケジュール帳に予定を詰め込むのではなく、どの時間にどんな気持ちでどんなことをしたいのかを意識して設計することが大切だといいます。著者は時間をデザインするための第一歩として、自分にとって価値のある時間を明確にすることを推奨しています。例えば朝の1時間を読書に使うことで知識を増やす、家族との時間を増やし人間関係を深めるといった目的を持った時間の使い方を考えることが重要なのです。この視点を取り入れることで時間が足りないと感じていた人も本当に大切なことに時間を使えるようになります。この考え方を知って私自身も時間をデザインする意識を持つようになりました。以前はスケジュール帳にやるべきことをどんどん書き込んでいましたが、それがかえってストレスになっていました。しかし自分が本当にやりたいことに時間を使うという視点に変えてみると、時間の使い方がスムーズになり満足度が上がりました。ポイント2、時間の質を高めるための習慣。時間のデザインで重要なのは時間の長さではなく時間の質です。例えばだらだらとスマホを見ながら1時間を過ごすのと、集中して30分間仕事に取り組むのでは後者の方が生産性が高いですよね。本書では時間の質を高めるための習慣として次のような方法が紹介されています。時間をブロック化する。仕事、勉強、休憩など時間をブロックに分ける。一つのブロックに集中し、他のことは考えない。やることよりやらないことを決める。すべてのタスクをこなそうとせず優先度を決める。この作業は本当に必要かと考え、不要なことをやめる。休息の時間を意識的にとる。ずっと働き続けるのではなく適度に休むことで集中力を回復する。短時間でも質の高い休憩をとる。これらを実践することで限られた時間の中でも濃い時間を過ごすことができるようになります。この考え方を試してみたところ、特に時間をブロック化する方法が効果的でした。仕事の時間と休憩の時間をはっきり区切ることでだらだらと作業することがなくなり、短時間で集中して取り組めるようになりました。ポイント3、未来の時間を先にデザインする。時間のデザインを実践する上で特に大切なのが未来の時間を先に決めることです。多くの人は空いた時間に00しようと考えがちですが、それではいつまでも大事なことが後回しになってしまいます。本書では
大切なことをする時間を先に確保するという考え方が推奨されています。例えば次のように未来の時間をデザインできます。1年後の目標を決め、それに向けて毎月やることを決める。来月のスケジュールを立てるときにプライベートの時間を先に確保する。1週間の予定を決めるときに自分の成長のための時間を入れる。この方法を取り入れることでなんとなく過ごしてしまった時間を減らし、充実した日々を送ることができます。私もこの方法を試し、先に大切な時間を確保することを意識するようになりました。特に効果があったのは週末の予定を事前に決めることです。これまでは週末は何をしようと直前になって考えていましたが、事前に計画を立てることでやりたいことが実現しやすくなりました。印象的なエピソード。時間をお金のように扱う。本書の中で特に印象的だったのは時間をお金のように扱うという考え方です。著者はお金の使い方には慎重になるのに時間の使い方には無頓着な人が多いと指摘しています。例えば1万円を使うときはこれは本当に必要かと考えるのに1時間を無駄に使うことには無頓着だったりします。セールで3000円を節約するために1時間並ぶことはあるのに、その1時間を使って自己投資することを考えない人が多い。このように時間の価値を意識していないと自分にとって大切なことに時間を使えなくなってしまいます。著者は時間の価値を理解し、お金のように大切に扱うことで人生が大きく変わると述べています。時間の使い方を変える3つのルール。本書では時間を大切に扱うために次の3つのルールが紹介されています。時間単価を意識する。自分の時給を計算し、この1時間は本当に価値があるかと考える。例えば時給3000円の人が3000円節約するために1時間使うのは本当に得か。時間投資の視点を持つ。お金を増やすには投資が必要なように、時間を自己投資に使うことで価値が上がる。例えば読書やスキルアップの時間は未来の収益につながる。無駄な時間を削減する。目的のないスマホの時間や意味のない付き合いを減らす。この時間を使って本当にやりたいことができるのではと考える習慣を持つ。これらのルールを実践することで時間を浪費する人生から時間を投資する人生へと変えられるのです。この考え方を知った時、私はハッとしました。確かに買い物の時は安い方を選ぼうと考えるのに、自分の時間についてはなんとなく過ごすことが多かったからです。そこで私も時間の使い方をお金のように意識することを始めました。まず自分の時間単価を計算し、時給2000円だと仮定しました。その上でこの1時間は2000円の価値があるのかと考えるようにしました。すると無駄な時間が減り、仕事や読書など価値のある時間に集中できるようになりました。この習慣を取り入れてから時間の使い方が大きく変わり、忙しいのに成果が出ないという悩みがなくなりました。実践的な応用方法。1、時間の可視化を習慣にする。時間を上手にデザインするためには、まず今自分がどのように時間を使っているのかを把握することが重要です。本書では時間を可視化するための具体的な方法として次の2つが紹介されています。1、タイムログをつける。1日の行動を15分単位で記録する。何にどれくらい時間を使っているのか1週間続けてみる。これにより無意識に浪費している時間を発見できるようになります。例えば SNS を少しだけ
と思って開いたつもりが、1日2時間使っていた、目的のないネットサーフィンに1時間以上費やしていたといったことが具体的なデータとして明らかになるのです。2、時間の予算を決める。仕事、勉強、趣味、休息など各活動に使う時間をあらかじめ決める。例えば SNS は1日30分まで、読書は毎晩20分など時間の上限を設定する。これにより重要なことに優先的に時間を使えるようになります。2、やらないことリストを作る。本書ではやることリストではなくやらないことリストを作ることを推奨しています。なぜなら何をやるかを決めるよりも何をやらないかを決める方が時間を有効に使えるからです。例えば目的のない SNS チェックをやめる。夜遅くまでのダラダラしたテレビ視聴をやめる。本当に必要かを考えずに引き受ける仕事をやめる。こうしたやらないことを決めるだけで自由に使える時間が大幅に増えるのです。3、最優先の時間を先に確保する。多くの人は空いた時間に好きなことをしようと考えますが、それではいつまでも大切なことができません。そこで本書では最も大切な時間を先にスケジュールに組み込むことを提案しています。例えば朝の1時間を運動や読書の時間にする。週に1回必ず家族との時間を確保する。月に1回新しいことを学ぶための時間を取る。このように未来の予定として先に確保してしまうことで本当に大切なことを確実に実行できるようになります。私もこの方法を試してみたところ、特にやらないことリストを作ることが効果的でした。以前はなんとなくスマホを見たり、つい頼まれた仕事を全部引き受けたりしていましたが、これは本当に必要なことかと考えるようになってから時間の使い方が大きく変わりました。また最優先の時間を先に確保することで毎朝の読書時間を確保できるようになり、以前よりも充実した日々を送れるようになりました。まとめです。本書時間のデザインでは単なるスケジュール管理ではなく、時間をどのようにデザインするかという視点が大切であることが強調されています。私たちはつい時間が足りないと感じてしまいがちですが、実際には時間の使い方を工夫することでより充実した毎日を送ることが可能です。本書のポイントを振り返ると以下の3つが特に重要でした。時間を管理ではなくデザインする。自分にとって価値のある時間を明確にし、目的を持って使う。時間の質を高める習慣を身につける。時間をブロック化し、無駄なことを減らす。未来の時間を先にデザインする。大切な時間を事前に確保し、やるべきことを実行しやすくする。さらに実践的な方法としてタイムログをつけることで時間の使い方を可視化する。やらないことリストを作り、無駄な時間を減らす。最優先の時間を先にスケジュールに組み込むといった方法も紹介されていました。これらを実践することで時間に振り回されるのではなく、自分の理想の時間の使い方を実現することができます。私自身、本書を読んでから時間をお金のように扱うという意識を持つようになりました。その結果、無意識に浪費していた時間が減り、読書やスキルアップの時間を確保できるようになりました。また、やらないことリストを作ることで仕事の効率も上がり、ストレスも減りました。時間のデザインを意識するだけで人生の充実度が大きく変わることを実感しています。本書を読むことで時間が足りないと感じている人でもより自由で充実した時間を手に入れられるようになるでしょう。
ぜひ本書の考え方を取り入れ、あなた自身の時間のデザインを始めてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価ボタンを押して応援してください。また今後も時間の使い方や自己成長に役立つ情報をお届けしていきますので、チャンネル登録もう忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。